するしない？どうも、日向愛子です。今回は新企画、麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考をすべて皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。それではトン3局ドラリャンワン。マロチョフさんの親番ですね。はい、対面の第一打はペイ。お、出していい？はいはい。さあ来ました、自分の番。どうですか、ドラ1のこの手。何種あります ?7 種。この手で、こういう手の時って、はい、どういう方向性で進めていった方がいいんですか？これもっと、統一が多かったり、メンツがなかったりしたら、もう、チートイ1本とか濃くしていくんですけど、今回1メンツあって、ドラマあって、一応ね、面ピンドライショがなるかもしれないんですよね。で、そういう可能性がある以上は、まっすぐ打つんですけど、これは村上流で、こんなくちょくちょのところから、これを切ってやろうと思います。そういうことですね。あれですね。誰かのリャンハン。重なる前の記念杯先に。まあ、このぐらいの手でもこれを切ると、いい手からこれ切っても、もう、村上別にいつも飛んだから、よくわからんってなるじゃないですか。あ、それにばらつきがあると、あ、今回いいな、今回悪いながバレちゃうのも阻止できるんですね。そうです。毎回これなら。こんなに悪くてもトン切ることあんだ、ふーんっていうのを、もうすでに RTA とかもやってるんですけど、私は貫いていきます。印象付けていくわけですね。そうですね。なるほど。いきますよ。はい、どうぞ。せーの。トン。富士通過。実はこれで親にポンってやれたら僕はいつも嫌だなって思うんですよ、もちろん。そのために大事な切ってね。逆にもうポンされた時どうなんですか？降りる準備をします。撤退の準備ね。整えるんですね。でもしばらくは普通に打つけどね、張ってないと思うのでは。ここでパーワン。とパーワン。いいピンの後にトンと。今ね。こういう時には、さすがに、これのね、リャンピン3ピンを持ってて、トン1枚浮かすっていうのは、ほぼないですよね。この瞬間はリャンピン3ピンはないでしょうというのは読めますよね。そうですね。133とか122から先1切って、一メンツ受け入れを減らしてまでトンを持つってことはほぼないのでね。っていう情報ぐらいは抑える。そうか、この二巡でその手配読みができてしまうわけですね。さすがにね、嬉しいですね。で、トンと同じように、かれたら嬉しくない牌から切ると。逆牌ってことですね。そう。なので、竜位相があるからね、初かな。切り順ね。そうそうそう。しっかり。まあ別にチュンであんま変わんないですけどね。手出しのシャー。今回も、3方向とも普通な。そうですね。Q1 がつもぎり。これね、Q1 が手出しかつもぎりかすごく大事で、これがセット落としね、いわゆるペンチャン外しだったら、結構整ってることが多い。他が後継だから、もうターツを選べてるってことですよね。ただし、今みたいに Q1 つもぎりだと、パワー1孤立で、まだ、ターツはあるけど、グケグケばっかりかもしれないから。すごいいいパターンの可能性はまだ低いってことですね。まだわかんない。で、これもつもぎりでしたね。はい。なんか順調に、同じような理由で、もう来てますね。ドラが1個あるのは嬉しいですよね。そのおかげでね、こういう切り方できてますもんね。つもぎった。はい、じゃあ。これね、これも同じですよね。統一同士だったら怖いけど、これつもぎりだから全然わからん。はい。はい。で、パワー1手出しの後に E ピン手出しと。親が手出ししましたね。そうですね。これはちょっと情報がありますね。なぜかというと、パワー1のくっつきの方が広いのに、E ピンが手出しだったじゃないですか。ってことは、E ピンの周り持ってる可能性が高いですよね。なるほど。4ピン、3ピン。あとは下の3色あるとか、パターンもありますけど、孤立よりも関連牌のを持ってる可能性の方が高い。なるほど。これがなければわかんないけど、これがあることによってほぼ関連牌を持ってるだろうなと読むわけですね。2か3あたりは。そう。だからこれが後半見えてきた時には、リャンピンか3ピンは持ってる前提で推理するわけだから、他の人の手配を読む時も、ここにはリャンピンか3ピンそういえばあるよね、みたいな、なりますよね。なるほど。またあともう1個はさっき言った3色狙いとかで、1ピンにくっつき、例えばピンズが4から9あれば1通狙いとか、いうのもありますけど、パイリ的には E ピンの近くがあると。で、これはつもぎだったかなちょっと思いました。はい。
うん、この辺から難しい。で、Q1 は2人の現物ですね。うんうんで、ペイが親の現物、んなんだけションパイなのでうん、難を切っちゃいます。難からはい。より理由付けができない範囲、危なまあそうですね。あとは一応メンツが足りないんでね、うんうんくっつきも残します。シャツもぎりの後、ローピンって出してね。はい、このローピンもまあまだまだわかんないけども、これは結構なヒントになりますよね。白はつもぎり。はい。はい。なんが手出しと。まあ速度感的には、どうですか？やっぱり、あれですね、下茶が一番早い可能性が高いかなと思いますね。速さランキング第1位。まあこれがね、つもぎりなんで、これ手出しは手出しだったらもう超早いんだけど、これがつもぎりで、下茶でも、もうローピンが、のくっつきがいらない手配なんで、まあ結構揃ってないとローピンは切らそうないじゃないですか。ですよね。ターツ足りてそうですよね。っていうふうに、まあ思思います。ただ、足りてるからといってすぐリーチ来るかはまだわからないのでね。で、一応同じ理由で Q1 はギフタイの現物、で、親の現物、一応ターツが揃ったので、急須を切ります。なるほど。はい。足りては来てますね。次の出だしは大事ですけど、これはつもぎりのローピン。はい。かぶりましたね。ねえ。まあ、超速いパターンだと、例えば566とか667からの両面固定とかもありますけど、はい、打って。チーピンが出だしでしたね。今そうですね。これはね、ヤンピー3ピは持ってるけど、チーピン周りはないかもしれないですよね。くっつきの候補として取ったかもしれないんで。数ピンが手出しと。これもくっつく候補だったかもしれないし、ターツそばを持ってる可能性もあるので、これもちょっと読みづらい。これとこれはそばを絶対持ってるとは言えなくて、このそばだけはありそうだなという感じになりますね。はい、白は親の現物。1枚目。ペイは同じ親の現物だけど、そうですね。下茶の役杯ですね、ペイは。そうですね、下茶の役杯、お高瀬。白はみんなの、どっちを重視しようかな。まあ、打った時は白の方が高いんですよね。役は3方向つきますよね。そうそう。白を打っておきましょうか。役になるまあ、自分がね、あんまり大したことないんでね。で、手出しが来ない。なんと、ウピンもつもぎり。これでね、ウッパピの両面固定はなかったということがわかるし、ピンズ3、4でもないと。ピン手出しの後がリャンゾーの手出しね。これはね、また同じ理由で、パーよりピンが後と同じ。これよりこれが後ってことは、くっつく候補なわけがないってことですよね。くっつけたらチピンの方がいいから。だとしたら、リャンゾーはやっぱり関連牌を持ってると。だから、連ピ3ピはあるよと。リャンゾーの関連牌はあるよっていうのは、わかりましたよね。じゃあやっぱり大事なのはまずこことここら辺のことの方を意識をまず持っておくのが大事なんですね。結局こういうのって、まあ逆切りって言うんですけど、7と2だったら、7の方が普通は大事なのに逆になるとか、8と1だったら8の方が大事なのに8が先になるとか、そういう理由が大事なんですよね、捨て牌読むときは。なるほど。はい。で、この場合は、まあこれはつもぎりで関係ないですけど、この後に出てくる牌が大事ですよね。だからね。次の手出しですね。そう、これより大事な牌を次出てくるってことだから、多分、そう、四五郎よりも、これ例えばですけど、なんかね、端っこの方が出てきたら、それを孤立で浮かせてることは絶対ないでしょ。いやー、すごいわかりやすい。確かにそうですね。じゃあ次のドッポさんの手出しは、ちなみにこっちらも同じなんですよ。これが、今パーピン手出しだったんで、これパーピン手出しでしたよね。大丈夫だよね。手出しでしたね。あ、いいか。パーピン手出しだったんで、まあこれが1枚持ってるってことは考えづらくて、やっぱり、まあ例えばステアバランスから言ったらね、9ピン統一かなとかね。まあ、例えばパーピンキュピ外しかなとかもありますけど、ね。まあ何かしらのそこの上のピンズは持ってるってことですね。そうだなってなりますよね。で、あ、9ピン統一の可能性が低くなったな。で、ここは一応ワンブロックかなり、捨て牌的にも、ここで1メンツと1ジャント作れそうなので、狙い目にもなりそうですね。はい。で、もう、一応ね、ここから1来たら9番打ちづらいんで、まあ1切れのペイを残して9番を切ります。ここで、かみちゃんにも、かみちゃんにだけ危険な、周りから見たらこの9番はなんか関連牌のように見えるけど、実は、単なるアンパイだと、そういうパターンもあります。なるほど。出たほら、E1 手出しね。これは、ドラガリアン1なので、まあ、一応ね、これとこれで比較して孤立、どっちも孤立って可能性もゼロではないですが、ただし、まあ大体なんかね、リャンマン3番あたりはね、持ってることの多いですよね。あ、やっぱりペンチャン外しでしたね。ペンチャン外し。だこれで9ピン統一じゃなかったことがわかるし、そもそもこれが出てくる前提で読むわけですよね。だってパーピンの近くに、そう、さっきね言ったように、これパーピン、数ピンよりも、
パーピンの方が1枚大事ってことはないから、うんなんか持ってると。もしこれが出なかったら、9ピンが頭なのかなとか思うし、これでできたら、あ、じゃあこれでもうピンズはもしかして持ってないのかなとか、になりますよね。なるほど。はい。キャン。4統一ですね。どうしますか？いやー、これまっすぐペイを打ちたいんですよね。で、一応ね、親に対してうん、リャンゾー現物、パーピンはほぼ通る。うんはい。そうですね。ね1人現物、2人筋です。っていうことなんで、はいで、こちらにはこれが現物で持ってるし、うんスピもあります。うんで、下茶にも、うんまあ、ほぼ通る。通りそうですね、ここの。ということで、今回はブクブクであ、ペイを膨らますわけですねはい、膨らましました。もう他のこう切ってもはい安全な候補の確認は全部してからそうですね。手を手放す。絶対しな、うんこういうのはね、しなきゃダメですよね。で、つもぎりのシャート。やっぱり一番早そうですけどね、実際これとこれだけなんで、手足が。ちょっとね、まだ、わからないですよね。次の出だしでもうリーチも来るかなってぐらいの感覚でいいんですか？いやー、来ることがあるでしょう。あるりますけど、あ、ウーピン手ルーピン手出しは結構大きな情報ですね。これどうなんですか？どういう意味ですか？まあ、これ実はですね、ターツ外しの時にはい。持ってきただけだとすると、あ今ね、 8、9ピンをそうそうそう払ってる最中に持ってきたパターンもある。だと、例えばこれとこれの比較で、うん親に対しては9ピンの方が危ないじゃないですか。そうですね。で、ウーピンは2人の現物だからうん、後回しにしただけと。いうパターンだと手配に関係ないですね。そう、実はは多分そっちの可能性が高いです。ああ。はい。なので、やっぱピンズは持ってないかなとなりますよね。はい。が、そのソーズとマンズで構成されてて、はい。でもこれもやっぱりね、こういうのが先にいらなくてうん、ペンター外してるじゃないですか。スーピンのくっつきよりもペンター入ったらもうリーチみたいな形だったかもしれないから、やっぱここがちょっともしかしたら、下っちゃよりも、スピードあるかも。あるかもしれないなと思いますよね。へえ。まあこんな形だから、まあここはいっぱい安全ブロックなんで大丈夫ですけど、まあリーチには備えておくと。で、仮にですよ、はい。闇点が入ってたらうん、諦めます。だからもうこんな闇点が入っ、たら諦める。諦め、このぐらいで降りてたら麻雀にならないんで、うんこういう時は基本的にもし闇点入ってたら、まあいったなと。相手を称える。みたいな気持ちで、これはもうちょっと頑張ります。これ、肘入ってないですあそっかか？大ごめんなさい丈夫ですか？村上淳の肘。ね、ちょっと耳さっきが痛くてすい耳がません。痛くて。大丈夫ですか？大丈夫、大体大丈夫。はい。今回結構、つもぎり。まあね1級、端しかワンズ出てないとはいえ、ピンズがだいぶ安くなってきてるじゃないですか。お、来たね、いい時期だね。親が来たリーチ。だからここでもう医者でだったのね。そうですね。はい。です。ウーソー切りリーチ。なので、はい。関連敗、最後、ウソギリリーチなんで、持ってるターツをちょっとじゃあ、自分の手番の時に整理しまあましょうか。そうですね。そうですね。これ我がじゃあ自分がまず持ってきてから考えます。さあ、親のリーチが入った一発目で、最後の手出しはウーソーで曲げましたね。はい。で、捨て牌なんですけど、はい持ってるターツの候補、はいはいはい。持ってそうなターツ、まあ、二つは見えてるってことですよね。とね、これ3本つもぎりだったんですけど、例えばですけど、これが、ヤンピンヘッドコテとか、ピンズした一メンツができたっていうのはありますよね。っていうのは、パワーエレパ先、後で E ピンなんで、まあ、ここで E ピン引っ張ったことにより何か持ってる。でも一メンツできてるは結構ある。まあ、ヤンピンヘッド、どっちにしても、ピンズが待ちになってることはほとんどないでしょうね。ただターツがあるよってことですね。まあそうです。だから一メンツかターツがあります。ワンブロックピンズ持ってる。次に、このリャンゾー周りね。はい。これもチーピンよりも後にリャンゾーなんで、この周周りに1ブロックありそう。例えば、ピンズ123があったら、ソーズ123もあるかもね、みたいなね。そうすると、あとは、ピンズがないんだから、残りが、ソーズの中頃から上、マンズね。っていうことになりますよね。まあ、あるいは、これがくっつきだとしたら、くっつきだったらチーピンが残るからないかな。やっぱり、ウーソーは関連敗で、ウーソーの周りがちょびっとある。そうすると、当たりとしてもある。もちろん、これのまたぎのね、スチササブローソーは非常に危ないですよね。はい。あと、例えば、カンパッソーとかもね、まあ、ありますよね。そうですね。はい入り目かもしれませんけど、そうそう。で、ソーズが入ってた場合は、普通に、マンズのね、1から7の間の両面ね。これがただ手出しだけで、あと全部マンズ切ってないんで、マンズは読みようがないんだけども、例えば変なペン3ワンとかもあり得るね。マンズがずっと1、2で持ってたら、そうそうそう。とか、まあ普通にサブロワもリャンワもイースワも土屋も全部あるんで、まあ正直絞れないですけど、絞れない。はい。なので、勝負手だったらね、逆にこんだけ危ない牌がいっぱいあるんだから、ちょっと無筋いくっていう手もありますよね。で、今回、読みも含めて自分の手がこちら。はい、さようならです。
こんな手で言ってたら、いくら、ね、ねもう何個命命があっもあってても足りないですよね。もうスーパーマリオだったらね、スタート時に 10人ぐらいいても、もう1面もクリアできないです。すぐね、戻れますけどね。そうそうそうここもう戻れない大そういうこと、事な人リセットボタン、生ですからそうそう。ね。ということで、もうひたすら降りるんですけど、はい。降りるときは、どういうところに意識を持つのが大事ですか？降りるときは、他の2人が、うん。両脇誰かですね。からパンと攻めて来られたときに困らないようにするのが基本です。リーチ者以外にもケアするってことですね。まあ、ケアというのは、後のケアね。うん。現状打ったら、むしろもうさっきも言った闇点が入ってたら、諦めます。はい。だけど、これで安易に安牌を切っちゃった後に、他からリーチ来た。やばい、安牌ないってなるのが一番最悪なんで、2人に危なそうな牌から。ということは、もうこれしかないですね。そうですね。まあ、てか、現物もこれしかないんだけど。本当ですね。で、まあ、実はこれもほぼ通るんだけど、やっぱりこっちからいきます。はい。はい。現状、場に高いソーズ。現物のリャンゾーからいきました。で、こちらが3品手出し。はい。親の現物でした。3品を持っていたっていうことになるんですけれども、はいはいはい。これね、これ手出しの後に、ローピンだけ手出しの2番手出しですよね。はい。で、これつもぎだったんで、あれ、ヤンピンってさっきどっちだったっけ？つもぎだったね。だから手出しだから、これ近くは絶対持ってるはずですね。あ、それか、親の現物で取っといて、考えらんないな。そうだったら、シャアもしますからね。現物、安牌ではないので、やっぱ関連牌必ず持ってますね。おー、なるほど。ね、で、ローピン切ってるってことは、これ現物だね。しかもこれは、いろんな方向にまだ行ってるかもしれない。そうそうそう。まあ、スーピンと指はほぼ同価値なんですよね。一応スーピンも親にもう 99.9% 通るんで。中筋です。そう、ただ、他に人に、でもスーピンも通るな。これスーピンも通るからいいか、いいピンでね。はい。ですね。そこまで考えないとダメよということですね。で、必ずピンズが出てくるとね。こういうことですね。はい。まあ、そりゃそうですよね。でもやっぱ降りてるなという感じですね。両脇もそこまでこう、来てるような勢い感じないですね、今のところね。まあ、ただ、つもぎなのでちょっとまだわからないですけどね。で、ナンは、3枚目なので、ほぼ全員に通る。で、安全そう。スーピンもほぼ全員通る。パピオンもほぼ全員通る。そうですね、何選ぼうかな。一応4統一なんで、ちょっとだけ粘るかもしれないから。統一点残すんですね。じゃあ、何を切ろうかな。何切る？一応ね、安全に、チートドラドラとかになるかもしれないんでね。まだね。うっかりで高くなっちゃいますもんね。そう。他の人に取りそうな範囲があるんで、何を切りました。さあ、両脇もね、つもぎりが多いとはいえ、対応してるように見えますが、どうでしょうね。どこかで追いかけてくるんでしょうか。ここがね、もしいいシャンテン入ってたら、次でパーンってくるかもしれないよね。今のところまだそんなに、回ってる範囲は出てきてないからね。これ、例えば、これメンツ崩したように見えるような範囲が出てくると、これで次リーチってことはなさそうだなってありますよね。その手前までは、ちょっとまあ、どちらかわからないけど、手出しリャンゾーで、受けたかなっていう印象のが強くなる。強くなります。それで、しかもこれによってさっき読みで、想像1、2、3あるかもねって話したんですけど、なくなりましたよね。リャンゾー全見えです。そうすると、ここで一メンツできたとか、まあ、想像が例えば、リャンゾーの時に嘘を引いてね、関三像が関三郎像に変わってたとかね。まあ、ちょっとですね、この周りがなくて、一つ一メンツみたいな形も出てきましたよね。なるほど。あるいはイーストヘッドとかもあるかもしれないですけど、パターン的に。はい。まあでもどちらにしろ、ソーズのメンツは持ってそうってことですよね。ソーズゼロってことはないでしょうね。ほいで、こうなると、そう、一応ね、いいシャンテンなんです。なので、これを切ってみようと思います。次に、サブロサが通って、ドラ重ねたりしたら、テンパを取りたいと。いうことですね。本当だ、ロンの声は出ません。これは出ない。これ出たら結構ね、恥ずかしいよ。ほぼ通るって言ってたもん。これはいけるって言ってね。だってこの後これ出だしでさ、つもぎりつもぎりだから、もう罠ですね。カンパーピン固定を、まあされてたら手役絡みになるんですけど、その場合はね、9万3枚だし幅が速いし、ちょっと可能性低いか。低い。なるほど。を考えてますね。確かに安牌が足りないパターンあるんですよね。だって、マンズが7から下全部。ね、まだ未知数。持ってそうでしょ、で、ソーズも25以外いっぱい持ってそうでしょそうすると、結構安牌ないパターンはありますね。でも持ってた。考えた結果のチーピン切り。これは、安牌が、要するにチーピン持ってるのに考えるってことは、行くか降りるか考えたってことですね。
戦うか、そうそうそうそれともまあ親相手で対応しようかな、どうしようかなっていう間だったんですね。まあやめた気味になったっていうことがほとんどですね。張りません。そして危ない。危険。そうですね。これで、無筋を打ってまでチート用のイーシャンテンはキープできないので、こうなると撤退です。撤退は、先ほどね、安全そうだよって言ってた牌ですよね。まあそうというか、ほぼ通るんです。で、これまたピンズ出てきますよね。そうですよね。7、8と出てきました。まあこれで一メンツね、ピンズがあったな、上であったんだねってことがわかりますよね。ヤンゾーの後に何が出るかですが、そうね。まあこれも完全にやめてる感じしかしないですよね。はい。チューンも3枚のエースがまっすぐきます。パワーも持っていた。現物。まあ簡単にさっきやっぱね、行けか降りるかの選択でね。もしかしたら行ってたら張ってたかもしれないけど、でもその場合は危険牌をね、多分1個ぐらい勝負しなきゃいけない手配ってことですよね。なるほど。ああいう間とかも含めて、こう、相手の手配の速度感、押し引きだいぶ見えてるんですね。そうですね。で、これ今9ピンって足があったんだ。これ7、8、9じゃなかったんだと思いますよね。だからもう1個6ピン持ってるのかなみたいになりますよね。で、9ピンを合わせてチーすることがないので9ピンを切ります。おー、なるほど。ローピンかなそうだね。降りてる時の相手の手配バランスすごいいろいろ見えてるんですね。まあでも絶対理由があるからね。これって切ってやったつもぎなのに、ここでこれだからさ、絶対もう1パクか60パー。もうこれ100%絶対じゃない。で、9ピンで4枚見えたら、確かにちゃんと見るとそうですね。そう。すごい。もう安牌なかったんだね。それが張ったか。おー、高い。にゃだ。ね、タブソも関連敗だったってことですね。そうですね。リャンゾーは3色目があったってことだ。やっぱそうだね。はい。さっき言った、これももしかしたら、でもこれはまあ関連敗だね。1、2、3あったもんね。リャンゾーを引っ張ったのはくっついたら3色があったってことですね。はい。